皆さん、こんにちは。私は、中島隆夫館長の創設された工部館道場で師範代をやらせていただいている山口と申します。今日はですね、腹ばいにして制圧するのが合気道だというお話をですね、したいと思います。まだ白帯の時ですね、多少酔っ払ってると思うんですけども、なんか中年の親父に絡まれたんですよね。その時に一箇条っていう技なんですけども、相手をくるっと後ろ向きに変えてバタッと倒したんですね。制圧の姿っていうのは漫画ですけどもですね、こういう風にして相手は腹ばいになるんですね。こうやって押さえる人はこっちと左手と右手で押さえることによって相手は身動きできなくなってしまう。これが合気道という技なんですけども、それが実際やってみたらですね、ものすごく効いちゃったんですよね。多少この人、相手が顔をすりむくぐらいに効いちゃってですね、こんなに合気道って効くのかなっていうふうに、それは相手がね、素人だし、それから多少酔っ払ってたからだと思うんですけども、それで怖くなったのはですね、これがもし、相手を、後頭部を叩きつけるような技だったらどうなっちゃってたんだろう。多分相手は気絶してるか、場合によったら死んじゃってたかもしれない。そう思うとですね、相手を制圧するっていうことは、とても恐ろしいことなんだなと。これで授業で刑法で取った方はお分かりだと思うんですけども、正当防衛っていうのは非常に厳しい条件がありますよね。というのはなぜかっていうと、違法行為、相手を傷つけたっていう違法行為がすでにそこに存在してるんですよね。だから相手が例えばこうやって顔を傷つけられた。そうするともうそこまでの行きがかりはともかく、実際に傷つけてたら一つの傷害の罪を犯してるわけですね。でそれを違法性を阻却しようっていうのが正当防衛ですので、相当条件が厳しい。だから下手にですね、正当防衛主張するとですね、反省してないんじゃないかっていうふうに見られて、かえって罪が重くなるっていうことも言われてますよね。夕方だったですね。だけど人通りがあるところでですね、私が本当に相手に制圧する必要があったんだろうか。例えば逃げれば逃げられるですね。周りに助けてくれって言えば助けてもらうこともできる。それから逃げ出すこともできるし、他の人に加勢してもらうこともできる。それから何も相手を叩きつけなくてもですね、つって抑えることもできた。そうだとするとですね、やむを得ずした行為とは言えない正当防衛の条件、正当性と相当性っていうのらしいんですけども、そういうものに欠けちゃうんですね。一般にレスリングや空手や試合はどうなのか。で、それは正当行為って言ってですね、公の場所でちゃんとリングがあって、特に大事なのはルールがあってですね、制限時間があって、そういうものは正当行為で、例えばお医者さんが体を切り開くっていうのも、そこだけ見れば障害与えてるけども、それの正当行為なんですね。だから非常に限られたことであって、一般の路上で相手に怪我をさせると、ほとんどの場合、正当防衛なんてのは認められない。例えば深夜でですね、女性が一人で歩いてた。悪い男が二人三人来た。ここで手を掴まれた。助けてっていうこともできない。周りに誰もいない。そういう時に相手を投げ飛ばしたら、突き飛ばしたら相手が転げ落ちて傷を負っちゃった。そういう場合は正当防衛と言えるでしょうけども、非常に数が少ないことで、我々一般の男性はなかなかそういう範囲には入らないっていうことですね。そうすると確かに合気道にはその相手を頭から叩きつける技もあるんですけども、中島館長はですね、警察官として数えられることができないぐらい容疑者を逮捕されたんですね。その時に相手を叩きつける、頭から叩きつける技っていうのはとても使えないって言ってられたんですね。でもみんな今のようなですね、館長が使われたのはこうやって相手を腹ばいにする技、あるいはもう手首をぐしゃっと決めちゃってですね、相手がぐしゃっとこう潰れるような、そういう技だったって言われるんですよね。だから、殴り倒したりですね、投げ倒して相手が後頭部を打つような技が
を使わないで、社会通念上妥当として許される範囲の制圧ができる。それが合気道じゃないかなと。だからじゃあ、後頭部打つような技は何のために稽古してんの？それは実際に、例えばこういう腹ばいにさせる技が有効に働く体さばき、そういうものを身につけるために、難しい技も稽古してるけども、実際毎日の場合使うのは、相手を腹ばいにする、そのレベルで止めておかなきゃいけないよということでですね、それで、そういう制圧することによって、正当防衛成り立つ可能性が高くなるというふうに考えております。ですから試合場のつもりで構えてボカボカなんていうのはとてもその正当防衛には当たらないもろ傷害罪になってしまうというつもりで、ルールある試合と路上での格闘技違うんだというつもりで、稽古したいというふうに思っております。今日はどうもありがとうございました。またお目にかかりましょう。